シャコタンには青い海とウニを食べに来る東京とか大阪とかから毎年来てくれる人いる。ありがとうございます。彼はウニ食べれなかったので、もうそうですか。2年前まで。シャコタンの赤はもう3万超えてるんです。せっかく来てくれたのにウニありませんっていうわけにいかないんだよ。全然違う。嬉しいです。世界中でご飯を食べてきたライスボールプレイヤーと思ってます。あ、それも写真とか全然違うね。全然違う。はい、肉はお付けしてまいります。ウニが食べれない人が食べれるようになった。今味知ってるつもりでしたけど、超えてきましたよね。ありがとうございました。すげえうまかった。大満足。大満足。嬉しいですよね、やっぱりね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。これがうちの味噌汁なんですよね。はい。これもうずっとしけ続いてて、はい。ウニの在庫が減ってきて、はい。ウニなくなった段階で看板の札出すんですよ。はい。結局営業時間17時までなんだけど、はい。お客さん来たらそれ説明しなきゃならないんですよ。はい。せっかく来たのに、ああなんだウニ食べれないんだっていうはい。残念な顔を見るぐらいだったら、もう完売をバンと出してしまって店閉めた方が、はい。そのやり取りがなくて済むじゃない。はい。じゃあ米いきますか。いや農家から直接。あ、農家さんから。はい。今はね元部町のふっくりんこから。あ、はい。いただきます。
熊の方が先に住んでるだろうし、文句は言えないよね。熊いるでしょ、キツネ、アライグマ、タヌキ、イタチ、猫、何でもいる。この館はですね、なんと築150年で、明治大正時代はニシン番屋で、なのでかなり大きな神棚がこちらについて、気になってました。明治時代の船大工が作ったって言われていて、釘を一本も使わず木を組んで作って、で昭和平成の時代はここが旅館で、令和に食堂になったという感じですね。ちょっとここ見ていただくとですね、木の板の色が違うと思うんですけど、ここは昔いろりが入ってたそうです。なるほど。それを直した後になっています。なのでおそらくここでこのいろりを焚いたので、こういうスモークウッドになってるんですね。6地区ウニの漁場があるんですよ。古びらから始まって三国、幌向、ここの日塚、余別、亀井岬の向こう側の神崎っていうこの6地域があるんですよ。で積丹半島ってこう突き出した地形してるので、どちらかがしけてたら反対側は凪なんですよね。ここはちょっと先端なので、そのどちらでもないんですけど、だからこの両方がダメでもここの日塚だけは出てるとかっていうものになったりします。だけど最近多いのが、昨日もおとついもそうなんですけど、積丹半島全地区しけということも近年かなり長く続くことが多くて、そうなるとウニの在庫がなくなってしまうので、食堂も開けることができないということなんですよね。なのでお席の予約はできるんですが、ウニの予約は 100% ではないという回答になっちゃうと思います。なので、ウニに関しては、なので、食べれると非常にラッキーだというふうなものですね、積丹のウニは。積丹半島のウニ漁のルールは6月1日解禁から8月31日までというこの3ヶ月間です。6月、7月、8月という。で、地域によっては6月1日からスタートする場所もあれば、6月10日からじゃないとできないらしくて、6月15日から解禁っていうふうに実はずれています。6月1日から全部がいいわけではないんです。でなおかつその8月31日までの間で、回数というルールもある場所もあります。で操業時間も決められてて、取る量も制限されてるっていう地区もあったりしますね。なのですごくそういうふうにこの制限することで自然保護してるんですね。なので、漁期が短いので非常にこの1年かけて育ったウニを取り尽くしたらもう終わりみたいな感じです。なのでミョウバンを効かせなくても非常に卵が溶けることなく美味しい状態で食べられるっていうことですね。積丹半島にはミョウバンはないという、なんていうのかな、ジンクスというか言い伝えというかね、なんかそんな言葉もあるぐらいです。乙部町という場所で作られている三上農園のフックリンコを、今シーズンは使用しています。
ふっくりんこはですね、名前の通り冷めてからもふわっとした食感が続く非常に美味しいお米なんですね。なので海鮮丼とかウニ丼に使うご飯っていうのはやはり温度を下げてじゃないと熱々のご飯で提供するとネタに火が通ってしまいますので、冷めてからも美味しいお米選びをするようにしています。で今年は三上農園のふっくりんこ、これ非常に最適で、私は世界中でご飯を炊いてきた知る人ぞ知る世界のライスボールプレーヤーと申しましてですね、お米業界も30年いますんで、ずっと30年間お米を炊き続けてきたプロ中のプロが選んだお米で、しっかりと仕事をして美味しい海鮮丼にして提供しているというところです。赤って言ってるのは、エゾバフウニって言ってトゲの短い、でこの白ウニって呼んでるのは北紫ウニって言ってトゲの長いやつ、で実が割ると馬糞と比べると馬糞は赤く見えるし、ウニなんで黄色だけどそっちを俺たちは白って呼んでるんですよね。その違いなんですね。いらっしゃいませ。こんにちは。2名様。はい。どうぞ。ウニ丼が入りました。全然違いますよ。
らっしゃいませ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。シャコタン白とこの生。これ利尻さんなんですよ。あ、そうか。シャコタンは白だけですか今日。シャコタンの赤はもう3万超えちゃうんで。ああ、そうなんですか。完全予約じゃないです。あ、だったら僕シャコタンの白、シャコタンの方がいいのかな。シャコタン来たんだしね。はい。それをください。はい。シャコタンの白で。はい。いらっしゃいませ。あ、そうです。お着物こちらで見ていただいて。名古屋から来ました。はい。先月かな。はい。先月うちのすすきののお店にネットで調べてきていただいたお客さんで、でその時に来月からうどん屋やるんでって言ったら、来月も来るんでぜひ、はい。でかいのに入ってる。漁にもう今赤は漁に出たとしても取ってこれないぐらい、赤狙ってそれだけ取りに行くぐらいの覚悟じゃないと一見取れないかな。漁に出たとしても赤がなかったら取ってこれですね。だから赤探してるうちにタイムリミット来たらもう終わりなんですよ。帰ってこないとなんないから、それはみんなやっぱり漁師さんも商売なんで、紫から取っていくっていう感じですね。赤小鉢来たよ。あ、それも写真撮ろう。全然違うね。全然違う。超楽しみだわ。結構。お待たせいたしました。エビカニ丼です。新鮮丼と赤の紅小鉢をお付けしております。お待たせいたしました。彼はウニ食べれなかったので、そうですか。 2年前まで。全然違う。堪能しました。また来年も来ます。これは本当美味しかった。これ食べに来たの。冬場にもまた来る予定あったりするんで、そちらの方にもまたやらせていただきます。ゆっくりしててください。はい。今おにぎり小鉢1個分ぐらいかな。航空機が来ると思うんだよな。1時半でしょ。この前ずっとしけてるから、結構食堂もみんなウニ足りないと思うんですよね。
結構いろんなとこに配達してから来るから、ちょっと今日遅いかもしれないし、漁出てる時はもう、港から殻むいたやつすぐ来るんだけど、なんだろう、まあ全般的に鮭とかはもう上がってるからいくらも高いですよね。なかなかね、飲食店の人たち価格に反映されしづらい部分はあるけど、まあギリギリのラインを保ちながら高いものだけど満足してもらいたいなっていう気持ちで出してますけどね。そうです、もう完全にシャコタンには青い海とウニを食べに来る、そのために来るみたいな感じなんで、時々いますよ、毎年ウニ丼食べに来てくれるお客さんで、これから三崎とか行くんですかって言ったら、いやもう帰りますってウニ丼を食べに来たんだからっていう人もいるから、ね、それはわざわざ東京とか大阪とかから来てくれる人が毎年来てくれる人いるんで、せっかく来てくれたのにウニありませんっていうわけにいかないんだよ、やっぱりね。これ完成です。こっちは醤油で準備そうですね。はい。10分以内に満席だったね、ゼロの状態からね。一気になるんですね。うちのゴールデンタイムな、だいたい3時から5時の他の食堂閉まった時間帯が、結構お客さんがバッと来たりする時もあるんですよね。そういう時間とかもあるんですね。そうですね。他の食堂は15時で閉店なので、まあ、夕方シャコタンに着いた人がウニ丼をこう探して巡るんですけど、まあ、そういうのもあってうちは17時までなるべくやるようにしてますよね。大変満足しました。よかった。ウニが食べれない人が食べれるようになっちゃったね。逆に好物になっちゃったもんね。180度変わっちゃった。でも名古屋では食べれなかった。絶対無理だ。別物だ。これダメだやつだ。甘エビ最高でした。あれは本当甘いでしょ。っていうか味が濃いっていうの。そうです。なんか甘エビの味知ってるつもりでしたけど、超えてきましたよね。いや、特にしかもあれ船からそのまま持ってきてるんで。ああ、最高でした。甘エビ丼もありだね。甘エビ丼ももう本当にウニが。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またお願いします。秋に進む。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえうまかった。これはいいわ。いやもうすごい僕満足。大満足。すごい満足した。さあ、カムイ岬。ありがとうございました。腹ごなしする。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかった。嬉しいですよね、やっぱりね。はい、お会計ですね。ありがとうございます。頂戴いたします。指輪でいいよ。ありがとうございます。よかったです。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。
願いします。ありがとうございます。どうも。腹割っても動いてるし、腹ちぎれても動いてるね。ちぎれた部分からすごい。以上です。こんな感じですね。はい。こんな贅沢ないですよ。あとは大葉を乗っけるかですね。はい。